世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。突然ですが、ゲーマーの諸君、回避モーションの無敵フレームって好きですか？僕は時と場合によります。どういうことかっていうと、能動的に無敵フレームを使えた場合は好き、めっちゃ気持ちいいです。ただ反対に受動的にたまたま無敵フレームで回避できてしまった場合、これがねめちゃくちゃ嫌いなんですよ。むしろその攻撃被弾したかったなって思っちゃうぐらい大嫌いです。回避の無敵フレームの長さってゲームによってだいぶ幅がありますよね。例えば僕の大好きなダクソとモンハンでちょっと比較してみたいんですけど、ダクソの回避ってめちゃくちゃ強いんですよね。無敵フレームが永遠かと思えるぐらい長い。特に初見のボスと戦っている時とかね、エストが残り0本になってあと一発食らったら死んじゃうっていうような状態でもね、オネロリ、いわゆるお願いローリングですね、決して危ない言葉じゃないですよ、オネロリを連発することでなんか割と長く生き残れちゃったりするんですよね。下手するとそのままモーション全部見切ってないのに勝てちゃう時もありますよね。僕そういう時ってわざと死んだりするんですよね。なんというか納得できないんですよ、その勝利に。レーザー戦の時の密かな気持ち、完璧に勝つだろゴン、もうこのメンタルがね全てなんですよ。反対にモンハンってかなり無敵フレーム短くて、モンスターがこの攻撃使ってきたら回避の無敵を重ねてやろうみたいな心構えをねしておかないとなかなか成功させるの難しかったりしますよね。そのバランス感って結構好きで、まさに能動的に回避を合わせてるって感じがして、すごくねリンク感高めな回避アクションだなと思います。もちろんダクソの回避を否定するわけではなくて、間口を広げるっていう意味では素晴らしいですよね。ダークソウル自体は結構コアなゲームですけど、回避アクションっていうところにフォーカスすると結構そういう間口広めなねオートマ車みたいな親しみやすさがありますよね。ロングソードが強かったりするのもそれと近い匂いを感じますよね。なんというか好きになるように仕向けられてますよね。そのおかげで僕はここまで来れたわけなんですが、でもやっぱり僕はミッション車をね運転してる時みたいなリンク感バリバリの楽しさが好きなんで、ちょっとね今回回避アクションについてはモンハンのようなね狙って出さないと無敵フレーム合わせるの難しいよっていうような方向性でね、さらにそれを発展させた実装っていうものがある程度ねちょっと進んできたんで、今回皆さんに共有していきたいと思います。それでは回避の仕組みを説明していく前に、このゲームでの攻撃というものについて少し補足説明をさせてください。全ての攻撃は方向属性というものを持っています。こちらがこのゲームの攻撃判定なんですけれども、このパラメーターのところですね、アタックディレクションという数値があります。ここに0から359で好きな数値を打ち込むことができます。その数値が攻撃の持つ方向属性になるわけですね。同じようにガードする側もご覧のようにね、縦をねぐるぐる回せるので、正しい方向に向けてねガードをすることでガードの品質っていうものを高めることができます。反対に攻撃と真逆とかにねガードを入れてるとガードの質がめちゃくちゃ下がっちゃうんで、自信がない場合は方向入力せずにねニュートラルのガードを出すことで中程度のねガードをすることもできます。ちなみに余談なんですが、この動きめちゃくちゃ煽り性能高いです。どう使うかは君に任せることにするよ。ここまでの話を聞いて察しのいい方はお分かりかなと思うんですが、その通りです。このゲームでは回避アクションにも方向属性を持たせようという方針で作っていってます。つまり適切な方向に回避した時のみ無敵フレームが発生するっていう感じですね。回避モーションが現在4種類前後左右でやっているので、この4つが相手の攻撃方向属性の上下左右に対応しているという形になりますね。上段攻撃は前ステップ、下段攻撃はバックステップ、左右の攻撃に関しては適切な方向へのサイドステップをすることで無敵のフレームを発生させることができます。欲を言うとね、回避モーション8種類用意して8方向ぐらいでね、もうちょっと細かくやりたいんですけど、ちょっと現状モーション4つしかないんで、つまり90度ずつですね、それぞれの方向に対応させています。でなるほどと、これで能動的な回避っていうものを楽しみやすくはなっているんですけど、さらにここでねもう一つ重要なことがあると思っていて、それが報酬ですね。能動的なアクションをプレイヤーがうまく成功させた時に、ゲーム側からねしっかりプレイヤーを褒めてあげるっていうことがめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。例えばダークソウルのパリっていう要素ありますよね。あれめちゃくちゃ能動的な防御っていう感じで個人的に大好きな要素の一つなんですけど、そのパリを決めた時の報酬って一体何か皆さん分かりますか？その後にね致命の一撃っていうね大ダメージを与えることができるっていうのももちろん報酬の一つではあるんですけど、もっと大事な報酬があると思っていて、それが音ですね。パリをした時の音と致命を決めた時の音、めちゃくちゃ気持ちいい SE が鳴るんですよね。皆さん覚えてますか？デモンズソウルで初めてパリ決めた時のあの感覚、なんだこの音気持ちよすぎるやろって
多分現実でパリしたとしてもあんな音絶対ならないんだけど、クソほど気持ちいいからそんなことどうでもよくなるっていうね。ゲームバランスとかには全く関与してない報酬なんだけど、逆にそういう報酬の方がめちゃくちゃ大事だと思っていて、そういった気持ちよさを演出する報酬っていうのをね、このゲームの回避にも入れています。ちなみに回避の無敵フレームでうまく相手の攻撃をかわすことを一応ジャスト回避っていう風にね呼んでるんですけど、相手の攻撃方向に合わせて適切な方向へ回避してさらに無敵フレームを重ねる、そんな素晴らしいジャスト回避を決めたプレイヤーたちへの報酬、それはモーションです。昔からねずっと思ってたんですよね。モンハンとかダクソでジャスト回避を決めた時にいつもと同じローリングモーション出るじゃないですか。あれがすごいもったいないなーって思ってて、あのタイミングでちょっとかっこいいモーションがね再生されるだけで満足度めちゃくちゃ変わってくると思うんですよ。その思いをねこのゲームにぶち込んだっていう感じですね。前後左右で4つの回避モーションがあるのでジャスト回避モーションも4つ用意しました。それぞれ紹介していきたいと思います。まず左右のサイドステップで避けた場合ですね、体勢を低くしてボクサーのように相手の攻撃をかわします。地味に左右でね反転したモーションが見れるようになっています。次にバックステップで下段をかわした場合、回転しながら後ろに下がります。この後飛び込み系の攻撃とか入れるとさらにおしゃれですね。続いて上段攻撃を前ステップでジャスト回避した場合、スライディングのモーションが出てそのまま背後に回ります。スライディング終わりにきつめの旋回性能を付与してるんで、相手の背後を取ってそのまま軽戦していくっていう形になりますね。やっぱね自分で言うのもなんなんですけど、このモーションちょっとつけてあげるだけでマジでめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。音とかねエフェクトはねまだまだ弱いんで、その辺強化すればさらにね気持ちよく演出することができるかなと思ってます。ちなみに飛び道具に対してのジャスト回避なんですが、これは前ステップをねすることでジャスト回避が取れます。赤狼の突き攻撃に対する見切りみたいな位置づけですね。めちゃくちゃかっこいいですよねこのモーション。テンプルラン的な奥スクロール系のねアクションゲームを作る用のモーションパックみたいなものをね買った時にこのモーション見つけたんですけど、もうね初めて見た時からうわこれで飛び道具かわしながら距離詰めてーっていう風にね思ったんで、こんな風な使い方を知ってますと。実はこのモーション左右のジャスト回避にも使用してますね。後半部分を切り取って再生速度を調整してるって感じです。そして飛び道具を左右のステップでねかわした場合はステップ中にダッシュをね先行入力しておくことによって回避アクションからダッシュにねスムーズにつなげることができるようにもうすでになってますので、左右でジャスト回避を発生させることはできないんですけど、ステップからのダッシュで同様にね距離を詰めてアドバンテージを取っていくっていうことができるようになっております。飛び道具に対してバックステップをねしてしまった場合なんですけど、この場合はね明確に僕はこれは失敗だというふうに考えてますんで、バックステップ中のね相手に飛び道具が当たると転倒するようになっております。そもそもこのゲームの飛び道具ってのがバックステップとかでね距離を空ける行動に対してのアンチテーゼみたいなところがあるんで、飛び道具主体でダメージを稼いでいくというよりは局所的なね使い方をしてうまくアドバンテージを取っていくっていう風なねものをこれからも増やしていこうかなと思ってます。先週のライブ配信でねちょっと準備していた弓のアクションなんかもね次回の動画で紹介できるかなと思います。というわけで今回はジャスト回避についてね僕なりの考え方と実装内容について共有させていただきました。今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。